韓国産が交通死亡事故件数で日本とあまり変わらないことにびっくりしているようです。スレッドと韓国の反応を見てみましょう。韓国の人口は 0.5 億人、登録車両は2600万台、国土面積は10万平方キロメートルです。日本の人口は 1.2 億人、登録車両は8000万台、国土面積は 37.8 万平方キロメートルです。両国の年間交通事故死者数は約2500から2600人で、ほぼ同水準です。罰金の影響か、日本では交差点一時停止の標識があると必ず停止します。韓国でも車庫証明制度の導入、ウィンドウフィルム、スモーク規制の徹底、その他交通法規違反時の罰金、取り締まり強化を図り、運転文化を変えていく必要があります。それでは、韓国産の反応です。思ったより、日本には車が多いですね。私もまさに同じ印象でした。日本人は、自家用車にあまり乗らず、公共交通機関を利用するイメージだったのに、人口比で見ても、車の保有率がずっと高いですね。トヨタ、日産、ホンダがあるんだから、たくさん売らないといけないですよね。乗用車の割合データは見つけられませんでしたが、推測するに、東京では駐車料金や維持費が高いため、乗用車が少なく、そのイメージが定着したのではないかと思います。車が優先の国、韓国。人が優先の国、日本。一般的にこうだからです。日本は自動車の税金も高く、維持費も莫大です。そのため、どうしても運転しなければならない人以外は運転せず、自転車や公共交通機関を利用します。その結果、多くの人の運転技術は平均以上です。しかし、韓国では、誰でもハンドルを握れるため、飲酒運転、運転未熟者の運転、道路の至るところに違法駐車があり、事故が多く発生するのです。飲酒運転の処罰を強化し、飲酒運転をした人の公職進出を禁止すべきです。日本でも、飲酒運転はかなり多かったのですが、十数年前から処罰を大幅に強化した結果、飲酒運転による事故が劇的に減少したと聞いています。でも、私たちは、飲酒運転の前科者を大統領に選んでしまい、全世界から笑われています。飲酒運転事故で亡くなった方々にも申し訳ないことですよね。車庫証明がなく、街中のどこもかしこも駐車場代わりになっているのに、まともに運営されるわけがありません。自家用車の保有台数も、日本の方が多いですよね。2023年時点で、韓国は2110万台、日本は6170万台です。人口比で見ても、日本の方が多いですね。ということで、交通ルールは、やはり日本は世界でもトップクラスなんじゃないかなと思います。それでも、まだまだ煽り運転などが未だに問題視されていますが、そうやって問題視されることで、少しでも、そういった運転や事故が減るといいですね。とりあえず、もう少し、日本と韓国の交通事故発生件数の比較を詳しく見てみようと思います。まずは、2023年の日韓の交通事故発生件数ですが、日本が約30万7911件、韓国が約19万8296件となっていて、人口10万人あたりの事故件数が、日本は約246件、韓国が約381件となっています。また、1万台あたりで見ると、日本は約37件、韓国は約76件となっているようです。車の台数で比較すると、韓国は日本の2倍事故を起こしているということになりますね。ですが、安心ばかりしていられないデータも出ているようです。今回比較した2023年のデータですが、日本の交通事故発生件数は前年比でプラス 2.4%、死亡者数は前年比プラス 0.6% となっていて、逆に韓国はプラス 0.7%、マイナス 0.6% となっていて、日本の方が増加傾向になっています。これには、高齢化社会とコロナ後の急激な社会活動回復が影響していると言われているようですが、個人的には、その理由だけなのかなと、ちょっと疑問が残る感じです。それにしても、コメントで、思ったより日本には車が多い、というのがありましたが、
本当に韓国産らしい思考だなと思っちゃいました。しかも、東京は乗用車が少なく、そのイメージが定着したとか返信している人がいて、勝手にそう思っているだけでしょって感じです。私も昔、数年間東京に住んでいたことがありますが、車が少ないなと思ったことなんて一度もありませんし、むしろ地方より多い感じだと思うんですが、韓国さんは何を見て少ないと思っているんでしょうね。そうやって韓国さんの勝手な妄想を広めて、次第にそれが韓国での常識になっていくんでしょうね。あと、車関連の記事なので、ついでに言うと、先日河野さんが、日本に住民票のない中国人が、来日して中国の運転免許証を日本の免許証に切り替えるのは今後認めないことを警察庁が明確にしました。とツイートして話題になっていましたが、とある人が実際に警視庁に本当の話なのか確認したところ、問題意識はあるものの、そういった事実、今後認めないはないと返答があったようです。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。